こんにちは、音沢です。ポップ音楽理論、今回のモーダルインターチェンジで一旦終わろうと思います。転調などの用法については応用として話すつもりです。フィードバックをしたいので、内容に関して質問やコメントがある方はコメント欄にお願いします。スケールとチャージモードについてはこの動画で話しています。モーダルインターチェンジは子音が同じスケールの音やコードを使う手法です。例えばその曲が C メジャーキーなら子音が同じマイナースケールは C マイナースケールです。3番目、6番目、7番目が半音下がります。そしてこれがマイナースケールのコードです。使用3和音がすべてマイナーコードです。ではマイナースケールのコードを取り入れた例を紹介します。まず141というサブドミナントからトニックの進行があります。この4のコードをマイナースケールの4番目のコードに差し替えます。こんなコード進行です。これはサビの終わりに哀愁を足したい時に使われることが多いです。フラット6、C メジャーキーならラフラットを持つコードをサブドミナントマイナーと言ったりします。4番目のコードや2番目、6番目、7番目がそれに該当しますが、ノンダイアトニックコードなのでトニック、ドミナント、サブドミナントなどのコード機能に当てはめてみる必要はそこまでないと個人的には思っています。どのダイアトニックコードに似ているかとか、半音移動する流れがあるか、ルートの流れはどうなっているかという視点の方が大事だと思います。次に紹介するのは251の2を差し替えたコード進行です。これが普通の251で、これが差し替えたものです。マイナーセブンスフラット5の癖のある響きがアクセントになっています。3つ目に紹介するのは6と7番目のコードを使う進行です。3つともメジャーコードで全音上に平行移動していくような進行がよく使われます。3連続でメジャーコードなので明るいです。3つの例を紹介しました。モーダルインターチェンジとは日本語に訳すとモードの交換です。モードについておさらいすると、同じ個数のドットでもより詰まっている方が暗い色に見えるような感じで、それぞれの音が子音に近づくほど暗い響きになっていきます。この響きの違いを取り入れたいです。そしてその一例がマイナースケールの使用ということです。他の例を見てみます。例えば251の派生のマイナーセブンスフラット5のルートをさらに半音下げるとメジャーセブンスコードになります。この D フラットメジャーセブンスは構成音にレフラットが入っています。2番目の音がフラットになるモードはフリジアンです。フリジアンのシリアスな世界観が出ます。次にポップスで急に2のメジャーコードが出てくる例を見てみます。この D メジャーコードは構成音にファシャープを持っています。4番目の音がシャープになるモードはリディアンです。リディアンの膨張した感じ、おどけた雰囲気が出ますね。このように動詞モードの響きを取り入れると響きが豊かになります。モーダルインターチェンジという手法、考え方はメロディーを考えるときに役立ちます。例えば F マイナーコードから C メジャーコードの進行にドレミファソラシドと歌うとします。これはコードの F マイナーコードは無視するパターンです。次に F マイナーコードに合わせてメロディーにも C マイナースケールを使ってみます。部分的にマイナースケールの世界観になりました。さらに C フリジアンも C マイナーコードを持っています。C フリジアンを使ってメロディーを演奏してみます。
このようにコードをどう解釈するかによってメロディーの付け方も変わってきます。以上です。13回の動画ご視聴ありがとうございました。音楽理論を覚えるための考え方が役に立ったら嬉しいです。これからも音楽理論や手法を学んで発信していこうと思います。よろしくお願いします。